人間の欲が果てしなく続き、さらに限りなく続く衝動の先にあるのが、フォーミュラ1のシート。神風と呼ばれた、抗えぬ宿命を背負った男のマシンでございます。皆様こんにちは、すぐみモデラーのたまです。今回は長谷川製、キレル021を制作しますよ。このキットは娘からのプレゼントでございます。タマの誕生日にキレル021を選んでくれるセンス。行く末が楽しみな発災でございます。24分の1にしては部品数が多い気がしますよ。長谷川製のカーモデルは1個しか作ったことがありませんが、説明書が慣れないです。コックピットは合わせ目消しが必要ですね。デカールはとても綺麗な状態。でもせめてビニールで保護してほしかったよ。ジュースをこぼしてしまう前に、ジップロックに入れておきますよ。なぜかタイヤデカールと注意書きがビニールに入ってました。デカール保護を優先してほしいですね。基本色の他には、フタロシアニンブルーが必要ですね。長谷川の配色図は見づらいですが、やけにかっこよいんですよね。ひとまとめなのが特徴的。スズムシの声を聞きながらのプラモ、贅沢すぎて申し訳ございません。ランナーのカットが難しそう。ほとんどの部品が目立つ部分にランナーが生えてますね。初版がいつかわかりませんが、少し難易度が高く感じますね。ボディ関係の部品はこれだけ。オルファのデザインナイフが一番好き。下準備だけでも一晩かかりましたよ。サイドポンツーンの処理は慎重にね。カリカリ。フロントウィングの翼端板。空研ぎはホコリだらけになっちゃうんですよね。タミヤセメントで合わせ目消し。この作業が本当に嫌い。無牛。ノーズ部分も合わせ目消し。無牛。水たまりのように浅い溝。少し筋彫り。写真関係いきますよ。これでほぼ全部品でございます。神安の粗めを購入しましたよ。
効率よく削れましたよ。まだ少し気になる箇所がありますが、作っている本人しか気がつかないので、先に進みますよ。小さな部品が多いので、塗装前の準備もなかなか大変。紙コップに開けてますよ。シャシー関係は基本的に3色で構成。紙コップに開けてますよ。今回の下地はベースホワイト。しっかり真っ白になりましたよ。今回はデカールを使わず塗装しますよ。アルティメットホワイトの優れた隠蔽力。これ一つでも配達してくれる運送業界に感謝。デカールをコピーして、塗り分け用のマスキングにしますよ。長谷川のデカールは信頼していますが、コックピット周りの複雑な形状には、デカールでは必ずタッチアップが必要。素組みの理念からは外れてしまいますが、塗装で仕上げてしまいますよ。思った以上に手間がかかるこのキット。作りながら当時の F1 の総集編を YouTube で見たりしましたが、片山右京の苦悩の連続。当時、子供の頃にテレビで F1 を見ていた頃は、リタイアの映像が流れるたびに、またか、と思っていましたが、大人になって見ていると、あのマシン、あのチーム体制で、よく6年間も走っていたのだと尊敬いたします。ベネトンへの移籍の件でも後悔したようですね。YouTube で何度も見た動画があります。片山右京とシューマッハがモナコで再会して立ち話をする動画。シューマッハが右京を見た時の笑顔と肩を叩くシーンが素敵でございます。現時点で13年前の動画で113万回再生されていますが、うち500回は玉が再生したと思われます。曲線用のマスキングテープ。多少のズレは気にせず、己のセンスを信じて貼っていきますよ。ここまでは順調。
フタロシアニンブルーのマスキング完了ですよ。とえらいことになっちゃいましたよ。リアカウルの右部分だけに異変発生でございます。以前作った長谷川製のレイトンハウスでも同じ症状が発生しました。玉と24分の1には相性が悪いようでございます。少しやすって修正。触った感じはすべすべになりました。塗り直しって面倒ですよね。慎重に薄く吹きつけて確認。まだなんとなく違和感がありますが、クリアを吹いて研ぎ出したら消えるでしょう。知らんけど。苦労したマスキング。剥がす楽しさも模型制作の醍醐味。想像以上に素晴らしい出来栄え。と思ったら数箇所で滲んでましたよ。ここもラインがガタガタ。でもまあかっこよいから見入ってしまいますよ。ノーズ部分もマスキングが甘かったので、ラインがぼやけてしまいましたね。やすって修正。案外時間がかかりそうなので、デザインナイフの先でカリカリ削りましたよ。リアカウルの塗り分けはカチッと仕上がりましたよ。だんだんティレルの片鱗が現れてきましたよ。シャインネットを塗り分けるための仮組み。カウルの散り合わせも完璧。これもデカールをコピーした型を使って塗り分けるラインを描いています。面倒に感じますが、こんな複雑な曲線部分にデカールをきれいに貼れる自信はございません。ほら、良い感じにラインが描けましたね。タミヤの曲線用マスキングテープ。今回は 3mm タイプを使っていますよ。画面じゃよく見えないですが、綺麗に貼れましたよ。今後使い道がなさそうなシャインネット。次使うときは前回何に使ったかも思い出せないでしょう。雰囲気出てきましたね。
酷使しまくりのハンドピースの洗浄。まるで宝石でございます。また酷使してあげますよ。ここまで来れば、失敗しているはずがないという根拠のない自信で満ち溢れておりますよ。気持ちが良すぎるラインが描けましたよ。気分転換にキャリパーを縫い塗り、リアサスペンションもサクッと仕上げて、ミラー部分はエナメルシルバー。ホイールナットはメタリックグリーンなのですが、手持ちになかったので、GX メタルイエローグリーンを使いました。反対側はメタリックレッドに変わって、GX メタルピーチを使いましたよ。ラジコンのホイールみたいになっちゃった。これはこれで許す。いよいよデカール。刃も新品に交換して。まずは試しにグッドイヤーから。バッチリ生きてますね。オートデスクは 3D 技術を使ったデザイン会社。ユーロナムスはイタリアの企業で金貨や金のインゴットを販売してるんだって。ブラーゴはイタリアのミニチュアメーカー。小さすぎて目がぼやけます。ちなみにカーナンバー4だと、コワシアのアンドレア・デ・チェザリス。こいつがデカールの最難関。うひなかなか位置がぴったり合わないよ。
どうしてもシワが消えないので、マークソフターの出番でございます。デカールの分割も無事に終わりました。カルビーといえばピザポテトですよね。夕飯にできそうなくらい好きでございます。ここも分割成功。米粒みたいなティレル。見失ったら発見不可能なほど小さい。まさかのヤマハエンジン。日本がまだまだ元気だった時代ですね。そして片山右京。人々の心を捉えたのでございます。タバコメーカーのキャビンなのですが、こんなところにもタバコ規制が。この仕様で走ったレースがあったのでしょうか。模型にまで規制することはないと思うのですが。ホイールにもデカール。コツをつかめばそこまで難しくないですよ。右手は動かさないのがおすすめ。ちょっと派手すぎましたね。いつものガイア EX クリア。希釈にはガイアのプロユースシンナー。クリアの乾燥待ちにエンジン塗装。ドライブシャフトの順番間違えました。後でぶった切って対処しますよ。地味なヘッドカバーを少し明るく。たこ焼きの鉄板。足回りは小さな針が原因で少し手間取りました。致命的なズレ等はなかったですよ。最初何かの冗談かと思ったものショック。なぜこんな構造になってるのかな。特に後付けでも問題なかったドライブシャフト。ハンドル周りできたよ。フォーミュラのキットにこの針は致命的。タイヤ表面を削りますよ。
という間に一皮むけましたよ。新品キットのタイヤは、はめ込むときも安心感ありますよ。とても小さなウィンドウスクリーン。タイヤデカールは水を使う転写式。キットによっては、普通のデカールの場合があるので、この仕様はとても助かりますよ。4本裏表に貼り付けるのは、苦行を通り越して虚無の世界。でも素敵な仕上がりですよ。研ぎ出しを開始しますよ。4000番からスタート。ちょっと研ぎすぎちゃいましたね。この時点でデカールの段差がなくなるのは少し早すぎなのでございます。今回はクリアを薄く拭いたので、いつも以上に気をつけないとね。映画を見ながらの贅沢な作業、1万番まで進めましたよ。2時間くらいあっという間ですね。さっと水洗い。セラミックコンパウンド。こんなものを使う時点で上級者ですね。自分に言い聞かせて、モチベーションを向上させますよ。仕上げにコーティングポリマー。前回のフェラーリ F60 の時も使いましたが、うまく使いこなせなかったんですよね。今回はコツをつかんだので、奥深く美しく輝きましたよ。ノーズの組み立て。相変わらず仮組みしなかったけど、クリアを吹いても組み合わせはバッチリでしたよ。パタ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 。翼端板の空力パーツ。このくらいのデザインがかっこいいですよね。ヘッドレスト周辺の合わせ目消しを忘れました。フロントウィングの水平が出せず、少し手間取りました。集中力の境地。足回りの組み立て。アームが細いので力加減が難しいですよ。もっと苦戦するかと思ったけど、驚くほどパーツの組み合わせがバッチリ。シャシーとシートの角度がわかりません。目視で水平を決めましたよ。知恵の輪のように滑り込ませる小さなカウルパーツ。
ウイングステイもうまく決まるといいけど。オイルクーラーを取り付けたら、ウイングステイの強度が上がりましたよ。いよいよシャシート合体。おそらく水平に取り付けできているはずです。ラジエーターの裏を塗るのを忘れてましたよ。サイドポンツーンの奥を覗かない限り、誰にもバレないので大丈夫。V10 エンジンを装着しますよ。ガタガタで位置合わせが難しいですよ。小ぶりで目立たないマフラーを取り付けますよ。リアウィングの組み立て。完成後に動画編集していて気がついたのですが、なんとリアウィングはフラットブラックなんですね。説明書の指示を見間違えて、フタロシアニンブルーで塗ってしまいました。今さあやり直しもできませんし、おそらく誰も気がつかないので、このままだんまり決め込みますよ。もしかしたら、こういうカラーリングの時もあったかも。そうやって無理やりごまかすのも、プラモの醍醐味でございます。タイヤ装着しますよ。軸受けキャップに切り込みを入れてるので、細いアーム類に負担をかけることはないですよ。ついに着地すればピットの風景。ノスタルジーあふれるノーズを取り付けますよ。このキットは24分の1なのが残念です。目を離すと消え去りそうなほど小さなスクリーン。これはどうやってつけるのかな。ぎゅっと折り曲げて、フロントカウルの角度になんとなく合わせましたよ。なかなか良いのではないでしょうか。サイドポンツーンを取り付け、塵もぴったんこですよ。心配だったりウイングの角度はどうかな。びっくりするくらいに修正がいらないので拍子抜けでございます。静かに眠るかのように、エンジンは息を潜め、タイヤは空気を待ち望み、ハンドルは触れる手を求める。いつか再び走り出す日を信じて、その姿は虹色の花のように咲いてございます。ティレル021、完成でございます。美しすぎて恐縮でございます。